こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は派遣業における同一労働同一賃金について解説をしていきたいと思います。派遣業においては賃金の決定方法として多くの企業で採用している労使協定方式というのがあるかと思いますが、そこで使うのが一般労働者の賃金水準と言われるデータになります。2026年、令和8年度適用のものが今回公表になりましたので、その概要について見ていきたいと思います。またその他にですね、派遣業の今の現状についても解説をしていきます。今回の概要ですけれど、派遣事業者の現状と派遣労働者の状況についてまずは見ていきたいと思います。そして同一労働同一賃金については派遣業に関わらず全ての会社において適用されているわけですが、派遣業は特殊な形で同一労働同一賃金というのが適用されていて、そこでまた一般の企業とは違う賃金決定ルールというのがありますので、その内容について見ていきたいと思います。その上で今回発表になりましたのが2026年令和8年度適用の一般賃金等です。この内容について確認をして最後に注意点とまとめという形になります。まずは派遣事業者の現状と派遣労働者について見ていきたいと思います。派遣事業者の数というのは今現状41,793事業所と言われております。こういった中で派遣労働者は2023年令和5年においては無期雇用においては前年比で増えており、有期雇用に関しては前年比で減少をしているという状況になっています。やはりですね、人手不足というところを受けまして、無期雇用というのが増えてきている。有期雇用は減っている。また登録型という方の人数も前年比では減っているというデータが出ておりますけれど、どんどん無期雇用化をしているという状況になっております。そして、この4万1000社ほどある派遣事業者ですけれど、今、過去最高のペースで倒産が進んでおります。2025年の1月5月、前年比でいきますと、2024年は17事業所でしたけれど、今は53事業所という形になっておりまして、非常に倒産が増えている。このままペースでいきますと、倒産は過去最高を更新するだろうと言われております。そしてですね、この倒産をしている理由なんですけれど、やはり社会保険の適用拡大というところがあります。派遣事業者においては、抱える人数が多いというところもあって、社会保険の適用拡大を受けているところも多いかと思いますので、その結果、社会保険料負担が増えてきている。また、2025年の10月以降からも、すでにほぼ決まっておりますけれど、最低賃金の引き上げ、63円目安に対して、各自治体が値上げ競争をしているといった状況。そして、賃上げに関しましても、春闘においては 5%、6% の引き上げといった状況で、どんどん賃金が上がってきている。その背景には人手不足というところもありますけれど、こういったところを受けまして、人材を扱うビジネスにおける派遣業の倒産件数が非常に増えているという状況になっております。この派遣事業者においてはですね、以前の法改正という形で、同一労働同一賃金というのが適用されております。労働者派遣法の改正の経緯につきましては、少子高齢化を受けて、そして労働力人口の減少、労働価値観の変化、また非正規労働者の増加などを受けまして、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を目的として法改正が行われ、2020年、令和2年4月から施行されたという形になっております。では、公正な待遇の確保を行うためにどのようなことをするのかと言いますと、派遣先に雇用される無期雇用のフルタイム労働者と派遣労働者の不合理な待遇差を解消するということで、同一賃金、同一労働
同一労働同一賃金というのが進められた。そのためにですね、認められているのが、派遣先均等均衡方式と言われるものと、労使協定方式の2種類が提示されて、どちらか派遣会社が選ぶという形になっております。この中ですね、多くの会社では、労使協定方式を選んでいるかと思いますが、この派遣先均等均衡方式と労使協定方式、少し見ていきたいと思います。派遣先均等均衡方式ですけれど、こちらは派遣先の無期雇用の労働者、通常の労働者との待遇について、均衡もしくは均等でなければいけないという形。この方式を採用しますと、やはりですね、同じ職場で働いている方同士での、待遇の公正さが確保されるので、納得感が高いというメリットがある一方で、派遣先が変わるとですね、なかなかその職場での待遇が変わってきますので、長期的な、体系的なキャリアアップ支援等が難しいというデメリットがある。そして何よりもですね、待遇の情報を派遣先から都度もらわなければいけないというところが、かなり派遣元事業所においては負担が大きいということで、今現状 94% ほど、もうほぼ全ての事業所においては労使協定方式というのが採用されているのではないでしょうか。こちらは一定の要件を満たす労使協定によって待遇を決定をするという形になりますので、派遣先さんから情報をもらう必要が基本的にはないという形になっております。この労使協定方式のメリットにつきましては、長期的なキャリア形成に配慮をした雇用管理が実施可能であるというメリットがあります。そしてこの労使協定方式を定めるにあたって必要になってくるのが各種一般賃金等のデータという形になっておりまして、今回2026年、令和8年度適用の一般賃金等のデータが公表されてきております。こちらは毎年公表されますので、毎年チェック、改正が必要になってくるのが原則になってきます。そして、使う一般賃金に関しましては2種類ありますけど、職業安定業務統計によるものか、賃金構造基本統計によるものかによりますけれど、多くの会社ではですね、職業安定業務統計を使っている会社が多いかなというふうに思います。なぜならば、全体平均が少し安いところというところと、あとはですね、取扱職種が多いことといった使い勝手がいいという部分で、こちらを使っている会社が多いのではないでしょうか。そして今回発表された職業安定業務統計と賃金構造基本統計ですけど、いずれも賃金に関しては前年比で上がっているという形で、昨年よりも賃金水準が下がっている業種というのは、ほぼないという状況になっております。職業安定統計においては平均では1289円。そして賃金構造基本統計は1442円という形になっております。そしてその他の指標を見ていきますと、労使協定の方式を採用している企業では、これらおなじみかと思いますけれど、まずは賞与の指数に関しましては、今回変更がなしという形になっています。そして、学歴等に関しての初任給との調整に関しましてもですね、大きな変更はない中で、退職金の割合もそのまま変更なしという形になっておりますが、注意をしなければいけないのは一般通勤手当の部分ですね。こちら大幅に上がっております。令和7年度適用の場合は73円でしたけれど、令和8年度適用は79円という形で6円上がっております。一般通勤費に関して実費支給としている企業さんは問題ありませんけれど、賃金に上乗せをしている会社も多いかと思います。その場合はですね、内容の見直しと協定の巻き直しが必要になりますので注意が必要です。そして最後に注意点とまとめですけれど、適用賃金についてということで、こちらに関しまして、労使協定方式を採用していても、一般賃金水準が低下をしているからといって、待遇を引き下げるのは不利益変更になるので注意が必要です。また、派遣業、
倒産が多いんですけれど、その中で外国人派遣をしている企業は非常に増えてきているという形になります。技術人文知識国際業務で在留資格を取得をしている企業は約41万人の方がいらっしゃる。その中の約1割は派遣会社を通じて労働しているというふうに言われております。こんな中の1割の方はですね、資格外労働、いわゆる単純作業をしている、そして賃金未払いの問題等々で非常に問題になっております。2025年8月、こちらはですね、外国人派遣における実態調査を行うという形で公表されておりますので、外国人派遣をしている会社さんに関しては、きちんと資格外活動等を行っていないか、労務管理ができているかの確認をしてほしいと思います。派遣業におきましては、やはり人手不足を調整をする重要な役割を担っている業種でもあります。もっとですね、多くの企業の人手不足解消に役立ててほしいと思いますが、その分労務管理の責任は非常に重い、監査も重い、是正指導も結構出ておりますので、労務管理の部分の徹底をしてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。